こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら、エンジニアのネジザウルス PZ75 という商品になります。こちらですね、この夏に新発売された新商品なんですが、今日はこちらの商品の魅力をいつもように3つのポイントでご紹介します。まず1つ目はここです。一見ペンチのようですけれども、ペンチの刃とちょっと違いますよね。ここの刃でですね、VVF 線などのケーブルをスパッと切れるということなんです。はい、一般的なペンチといいますとこのようなね刃になっております。でもこれはこのように交差する刃とちょっと R になってますよね。この刃が特徴になってます。一般的なこのようなペンチで配線を切る、切れるんですけども結構ね力がいります。でもこれですとこのように交差した線段刃になっておりますので、軽い力でね切れるわけです。これは切り比べないとわからないですけども、かなり軽く切れたかと思います。このような線、これをねペンチで切ろうとするとよいしょ、一発でここに切れないんですけれども、これはこういうふうにこうね刃の幅も広く R になってますので、軽い力できれいに切れます。このような三振のね、線も簡単に切断できます。ポイント1つ目はこの交差する線段刃で軽くケーブルがスパッと切れるということです。で、ここの刃なんですけどもケーブル専用の刃になっておりますので、針金などは切れません。それはね気をつけてください。で、針金を切りたい方はここです。ここに針金が切れるような刃がついております。ここでしたらこのような線ね、こう入れてもらって、こっちから入れようかな。ここです。ここね、はい、ここに入れてもらってパチッと切ることができます。軟鉄線の針金ですと 2.5 パイ、ステンレスですと 1.6 ミリの針金まで切断できます。注意してくださいね。ここではなくて針金を切るときはこちらです。ここは銅線などの配線専用になります。そしてここちょうど見えましたけども、ここですね、簡易圧着もできるようになっております。これはおまけですね。そしてポイント2つ目は何といってもネジザウルスですから、ここにもちゃんと縦溝がついてます。はい、なんといってもねネジザウルスですからネジがつかめるこの縦溝がポイントになります。でもよく見てください。真ん中じゃないですね。左に左というか横にずれております。今までのネジザウルスのペンチタイプはこのようになってます。真ん中になっています。これですとネジを回すのはいいですけれども、ペンチとして使う場合、特に電気工事士さんがですね結束バンドなんかをこう引っ張るときにこれだとちょっと引っ張れないです。そんな時はこちらですね、ここがペンチのように使えますので、ここでペンチのように使っていただいて、ネジを回すときはここで回すと、このようにね鍋頭のネジもしっかりつかめます。ちょっと横にずれてるので変身するかなというふうに思いがちですけど大丈夫です。トラスネジも、こんな感じで、しっかりつかむことができます。ポイント2つ目は縦溝で潰れたネジもしっかり回せるし、ペンチとしても使えるようになっているということです。そして最後ポイント3つ目は握りやすい、力をかけやすいグリップになっているということです。今までのネジザウルス、ここグリップがここの最後まで芯が入っていないので、ここを掴むとねちょっとふにゃってなっちゃうんです。ちょっと力を入れたい時ここを握ることありますよね。でもこれだと力が入らないです。でも新しいこちら PZ75 はですね、ここにありますようにT、こ
このグリップがですね T の字になっておりまして、ねじりにも強くなってますし、ここまで芯が入っておりますので、ここね力をかけられます。これ全長が 200mm のタイプですけれども、やはり力をかけたい時ね、ここを握ったりしますよね。それでもしっかり力をかけられます。もちろんここもね。ということで握りやすいグリップになっているということです。ここに、落下防止のワイヤーを通す穴もありますので、高所作業の方にもお使いいただけます。はい、いかがでしたでしょうか。エンジニアネジザウルスの PZ75、ねこちらですね、デモ機がファクトリーギア各店舗にありますので、切れ味が気になった方はね、ぜひデモして確かめてください。こちらの商品はファクトリーギア各店と通信販売で購入できますので、よかったらぜひ一度お試しください。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはエンジニアのネジザウルス PZ75 でした。